泣いた赤鬼。どこの山かわかりません。その山の崖のところに家が一軒建っていました。木こりが住んでいたのでしょうか。いいえ、そうではありません。そんなら熊がそこに住まっていたのでしょうか。いいえ、そうでもありません。そこには若い赤鬼がたった一人で住まっていました。その赤鬼は絵本に描いてあるような鬼とは形顔つきが大変に違っていました。けれどもやっぱり目は大きくてキョロキョロしていて、頭にはどうやら角の跡らしい尖ったものがついていました。それではやっぱり油断のできない怪しいやつだと誰でも思うことでしょう。ところがそうではありません。むしろ優しい素直な鬼でありました。若者の鬼でしたから腕には力がありました。けれども仲間の鬼どもをいじめたことはありません。鬼の子供がいたずらをして目の前に小石をポンと投げつけようとも赤鬼はにっこり笑って見ていました。本当にその赤鬼は他の鬼とは違う気持ちを持っていました。私は鬼に生まれてきたが、鬼どものためになるならできるだけ良いことばかりをしてみたい。いや、その上にできることなら人間たちの仲間になって仲良く暮らしていきたいな。赤鬼はいつもそう思っていました。そしてそれを自分一人の心の中にそっとそのまましまっておけなくなりました。そこである日赤鬼は自分の家の戸口の前に木の立て札を立てました。心の優しい鬼のうちです。どなたでもおいでください。おいしいお菓子がございます。お茶も沸かしてございます。そう立て札に書かれました。優しい仮名の文字を使って赤鬼は言葉短く書き記したのでありました。次の日に崖下の家の前を通りがかって一人の木こりが立て札に目を留めました。こんなところに立て札が、見れば誰にも読まれるかなで書かれていました。木こりは早速読んでみて大層不思議に思いました。わけはよくわかりませんが、どうも合点がいきません。何度も首を曲げてみてから、木こりは山の細道を急いで降りていきました。ふもとに村がありました。仲間の木こりに出会いました。おかしなものを見てきたよ。なんだい？狐の嫁入りか？違う違う。もっともっと珍しいもの。古臭くない新しいもの。へえ、なんだろう。鬼が立て札を立てたのさ。なんだと？鬼の立て札だと？そうだよ。鬼の立て札なんて今まで聞いたこともない。なんと書いてあるんだい？言ってごらんよ。見ないことには話にならん。先の木こりと後の木こりと一緒になってもう一度山の小道を巡り登って崖下の家の前までやってきました。ほらごらん、この通りだよ。なるほどなるほど。後の木こりは目を近づけて読んでみました。心の優しい鬼のうちです。どなたでもおいでください。おいしいお菓子がございます。
お茶も沸かしてございます。どうも不思議なことだな。確かにこれは鬼の字だが、無論そうとも筆に力が入っているよ。真面目な気持ちで書いたらしい。そうなればこの文句にも嘘偽りがないことになる。入ってみようか。いや待て、そっと覗いてみよう。家の中から鬼は黙って二人の話を聞いていました。ちょっと入れば造作なく入れる戸口を入ろうともせず、暇取っているのを見ると歯がゆくて、鬼は一人でイライラしました。二人はこっそり首を伸ばし、戸口の中を覗いたらしく思われました。なんだかひっそりしているよ。気味が悪いな。さては騙して取って食うつもりじゃないかな。なるほど、危ない危ない。二人の木こりは尻込みを始めたらしく見えました。赤鬼は耳を澄ましていましたが、こう言われると悔しくなってムッとしながら言いました。とんでもないぞ。誰が騙して食うものかバカにするない。正直な鬼は早速窓のそばからひょっこりと真っ赤な顔を突き出しました。おい木こりさん、声高く呼びかけました。その呼び声は人間たちにはぐっと大きく聞こえました。わあ、大変だ。出た出た鬼が。逃げろ逃げろ。二人の木こりは鬼がちっとも追いかけようとしないのに、一緒になって逃げ出しました。おい、ちょっと待ちなさい。騙しはしないよ。止まりなさい。本当なんだよ。おいしいお菓子、香りのいいお茶。赤鬼は窓を離れて外に出て、呼び止めようとしましたが、おじけついたか、二人の木こりは駆け出して、振り向くこともしませんでした。つまずいてよろめきながらも走り続けて、とっとと山を下っていきました。鬼は大層がっかりしました。気がつくと鬼は裸足で飛び出して、熱い地面に立っているのでありました。鬼は自分の立て札に恨めしそうに目を向けました。板切れを自分で削って、自分で切って、釘付けをして自分で書いて、ニコニコしながら自分で立てた立て札なのでありました。それでしたのに、何の効き目もありません。こんなもの立てておいても意味がない。毎日お菓子をこしらえて、毎日お茶を沸かしていても、誰も遊びに行きはしない。バカバカしいな。いまいましいな。気持ちの優しい真面目な鬼でも気短者でありました。こんなもの壊してしまえ。腕を伸ばして立て札を引き抜いたかと思う間に、地べたにバサリと投げ捨てて、力任せに踏みつけました。板はパラッと割れました。鬼はむしゃくしゃしていました。まるで箸でも折るように、立て札の足もポキンとへし折りました。するとその時、ひょっこりと一人のお客が戸口の前にやってきました。お客といっても人間のお客様ではありません。仲間の鬼でありました。仲間の鬼でも赤い鬼ではありません。青いとなると爪の先、足の裏まで青いという青鬼なのでありました。その青鬼はその日の朝に遠い遠い山奥の岩の家から抜け出して、途中の山まで雨雲に乗ってきたのでありました。
どうしたんだい？バカに手荒いことをして。君らしくもないじゃないか。青鬼は遠慮しないで近寄りながら言いました。赤鬼は一時決まりが悪そうな恥ずかしそうな顔をしました。けれどもすぐに機嫌を直して青鬼にどうして自分がそんなに腹を立てているのか、わけはこれこれしかじかと話をしました。そんなことかい。たまに遊びに来てみるとそんな苦労で君はくよくよしているよ。そんなことならわけなく拉致が開くんだよ。ねえ君、こうすりゃ簡単さ。僕がこれから麓の村に降りていく。そこでうんとこ暴れよう。冗談言うな。と赤鬼は少し慌てて言いました。まあ聞けよ。うんとこ暴れている最中にひょっこり君がやってくる。僕を押さえて僕の頭をポカポカ殴る。そうすれば人間たちは初めて君を褒めたてる。ね、きっとそうなるだろう。そうなれば閉めたものだよ。安心をして遊びにやってくるんだよ。うまいやり方だ。しかしそれでは君に対してすまないよ。なあにちっとも水臭いことを言うなよ。何か一つのめぼしいことをやり遂げるには、きっとどこかで痛い思いか損をしなくちゃならないさ。誰かが犠牲に身代わりになるのでなくっちゃできないのさ。なんとなく物悲しげな目つきを見せて青鬼はでもあっさりと言いました。ねえ、そうしよう。赤鬼は考え込んでしまいました。またしやんかい。ダメだよそれじゃ。さあ行こう。さっさとやろう。青鬼は立とうとしない赤鬼の手を引っ張ってせき立てました。鬼と鬼とは連れ立って山を下っていきました。麓に村がありました。村の外れに小さな家がありました。低い竹の垣根があって、その際にサルスベリの木が枝々に赤い花を咲かせていました。火に照らされて花は膨れて見えました。いいかい、それじゃあ後から間もなく来るんだよ。青鬼はささやくように優が早いか駆け出して小さな家の戸口の前にやってきました。そうして急に戸を強く蹴りつけながら怒鳴りました。鬼だ鬼だ。家の中ではおじいさんとおばあさんとがお昼のご飯を食べていました。開けっぱなしの戸口の前に昼間中鬼の姿がひょっこり立ったのを見て肝をつぶして飛び立って鬼だ鬼だと叫び続けて二人一緒に裏の口から逃げてしまいました。逃げていくおじいさんおばあさんにはちっとも用がありません。青鬼は中に入ると早速に皿、鉢、茶碗、茶釜など手当たり次第に手を取って投げつけました。ご飯入れも投げつけました。ご飯粒がそこらに飛んで障子の三や柱の角にくっつきました。味噌汁の鍋は転げて汁は炉縁をタラタラと滴りました。ガラガラガチャンガチャリンチャリンドタンパタンと青鬼は飛んだり跳ねたり逆立ちしたりしていました。まだ来ないかな。そうそうと思うところに相手の若い赤鬼が息を切らして駆けてきました。どこだどこだ乱暴者め。赤鬼は拳を握って大きな声でそう言って青鬼がいるのを見ると駆け寄って「やあこの野郎」と怒鳴ると一緒につかみかかって首のところをぐいぐいと締め付けました。コツンと一つ硬い頭を打ち据えました。
青鬼は首を縮めて小さな声で言いました。ポカポカ続けて殴るのさ。赤鬼はそこでポカポカ打ちました。どうなることかと物陰からおっかなびっくり覗き見をしてハラハラしている村人たちには確かに強く赤鬼が乱暴鬼を殴ったように見えました。それでしたのに青鬼は小さな声で言いました。ダメだ、しっかりぶつんだよ。もういい、早く逃げたまえ。そう赤鬼は小さな声で言いました。そんならそろそろ逃げようか。赤鬼の股をくぐって青鬼は逃げ出しました。慌てたようなふりをして戸口を出ようとするときに青鬼はわざと額を柱の角に打ち当てる真似をしました。ところが強く打ちすぎて思わず声を立てました。いたたた。赤鬼はびっくりしました。青くん待て待て見てあげる。痛くはないか。赤鬼は心配しながら追いかけました。青鬼は思いがけなく青い額に青い大きなコブを作ってコブをなでなで逃げました。村人たちは後ろからあっけに取られて鬼ども二人が走っていくのを見ていました。鬼どもの姿が向こうに消えてしまうと人たちは初めててんでに話を交わして言いました。これはどうしたことだろう。鬼はみんな乱暴者かと思っていたのに、あの赤鬼はまるきり違う。まったくまったく。してみるとあの鬼だけはやっぱり優しい鬼なんだ。なんだ、そんなら早くお茶飲みに出かけていけばよかったよ。そうだ、行こうよ。これからだって遅くはないよ。そんなふうに人たちは互いに語り合いました。村人たちは安心しました。その日のうちに山に出かけていきました。赤鬼の家の戸口に立ちながら戸をトントンと軽く叩いて言いました。赤さん、赤さん、こんにちは。人間の言葉を聞くと赤鬼は一足飛びに飛んで出てニコニコ顔で出迎えました。ようこそようこそ、さあどうぞ。鬼は急いで応接の間に案内しました。木の壁、木の床、天井も木の皮ばかりでできている質素な部屋でありました。丸い食卓、足の短い低い椅子、みんな木でできていました。そうしてそれらはどれも皆その赤鬼が作ったものでありました。壁にはちゃんと油絵がかかっていました。その額縁は白樺のきれいな皮でできていました。それもやっぱり赤鬼が作ったものでありました。しかも油絵そのものがその赤鬼の苦心の作でありました。その絵というのは鬼と一人の人間の子が描かれていました。人間のかわいい子供を赤鬼が首のところにまたがらせ正面向きになっているのでありました。多分その絵の赤鬼は自分の顔を描いたのかもしれません。6月頃の緑の庭を背景にして嬉しそうな赤鬼と子供の顔とが生き生きと描き出されて見えました。人たちは部屋をぐるっと眺め回して手製の椅子にドカッと腰をかけました。かけると何とも具合がよくて誰の体も楽々とするだけではなく心持ちまでゆったりと落ち着くことができました。どうしてこんなに手際が良いのでしょう。鬼に尋ねてみましょうか。いや待てごらん。赤鬼は自分でお茶を出してきました。お菓子も自分で運んできました。なんとおいしいお茶でしょう。なんとおいしいお菓子でしょう。
これまでずっとこんなにおいしいお茶を飲み、こんなおいしいお菓子を食べたというものがただの一人もいませんでした。村に帰って人たちは鬼のおいしいごちそうを口々に褒めたてました。鬼の住まいがさっぱりしていて、嫌味がなくて居心地が全く良いということを誰も彼も褒めたてました。そんなら俺も出かけよう。君は昨日言ったじゃないか。毎日行ってもいいんだよ。こんな具合で村から山へ人たちは3人5人と連れ立って毎日出かけていきました。こうして鬼には人間のお友達仲間ができました。前とは変わって赤鬼は今は少しも寂しいことはありません。けれども日数が経つうちに心がかりになるものが一つぽつりと取り残されていることに赤鬼は気がつきました。それは他でもありません。青鬼のこと。親しい仲間の青鬼があの日別れていってからただの一度も訪ねてこなくなりました。どうしたのだろう。具合が悪くているのかな。わざと自分で柱に額をぶっつけたりして角でも痛めているのかな。一つ見舞いに出かけよう。赤鬼は支度をしました。今日は一日留守になります。明日はいます。村の皆様。赤鬼。半紙に書いて戸口のところに貼り出して、鬼は夜明けに家を出ました。山をいくつか、谷をいくつか越えて渡って、青鬼の住処に来ました。夏も暮れていくというのに、この山の庭の藪にはまだ山百合が真っ白な花を咲かせてプンプンと匂っていました。松の木の太い枝からパラパラと露がこぼれて笹の葉を濡らしていました。まだ日は差していませんでした。高い岩の段々を急いで登って赤鬼は戸口の前に立ちました。戸が固く閉まっていました。まだ寝てるかな、それとも留守かな。ふと気がつくと戸の脇に張り紙がしてありました。そしてそれに何か字が書かれていました。赤鬼くん、人間たちとはどこまでも仲良く真面目に付き合って楽しく暮らしていってください。僕はしばらく君にはお目にかかりません。このまま君と付き合いを続けていけば人間は君を疑うことがないとも限りません。薄気味悪く思わないでもありません。それではまことにつまらない、そう考えて僕はこれから旅に出ることにしました。長い長い旅になるかもしれません。けれども僕はいつでも君を忘れまい。どこかでまた会う日があるかもしれません。さようなら。君、体を大事にしてください。どこまでも君の友達、青鬼。赤鬼は黙ってそれを読みました。2度も3度も読みました。戸に手をかけて顔を押しつけ、しくしくと涙を流して泣きました。おしまい。